先週のチャート分析で今週見るべき数字、これを4つ置きました。297ドル38セントを割るのか、320ドルを終値で上抜けるのか、上げる日に出来高が増えているのか、そして RSI が40台に乗せてくるのか。おはようございます。ケンです。結論から言います。4つのうち3つは埋まりました。でも埋まらなかった1つが一番大事なところなんです。今日やることは株価の予想ではありません。先週立てた条件の答え合わせとその先の条件の更新です。RSI、価格、移動平均線、出来高、先週と同じ4つを同じ順番で見ていきたいと思います。まずは数字を並べてみましょう。8月8日の冷やしは、始め値が322ドル34セント。高値が333ドル73セント、安値が321ドル25セント、終値が328ドル58セント、前日比プラス 2.83% となっています。週足で見るとこうなります。始め値が310ドル96セント、終値が328ドル58セント、プラス 5.58% の陽線となっております。先週は日足がプラスでも週足は陰線でした。今週は週足で明確に上に触れました。ここが先週との一番の違いです。そして安値は310ドル43セント、先週の安値297ドル38セントを下回っていません。安値を切り上げた形になっています。では先週置いた4つ、これを順番に見ていきます。1つ目としては297ドル38セントを終値で割るのか、これは割っていないですね。週の安値は310ドル43セントで13ドル上だったんです。これは弱気シナリオの条件で発動はしませんでした。そして2つ目としては320ドルを終値で上抜けられるのかです。これは上抜けたんです。終値が328ドル58セントで320ドルより8ドル以上上回っています。先週320ドルは急落が始まったあたりの水準で最初の抵抗体になる可能性があるとお伝えしました。そこを超えたというところになってきます。そして4つ目を先に見ておきます。RSI が30台で頭打ちになるのか40台に乗せてくるのか、日足の RSI は 41.41、40台に乗せました。4時間足はさらに上で 48.53 まで回復しています。先週は日足が 31.7、4時間足で 30.84 でした。どちらも大きく上となっております。しかも RSI の移動平均線も見てみてください。日足で34、4時間足で 38.89、RSI 本体がこの線を上に抜けて離れているんです。先週は抜けたばかりで上向きに転じたと確認できる段階ではないという状態でした。そこは一歩進んだと思います。では3つ目に行きますけれども、上げる日に出来高が増えているかどうか、ここが埋まらなかったんです。週足の出来高を見てみてください。今週は1億6492万株、先週は2億4366万株でした。価格は 5.58% 上がったのに出来高は3割以上減っているんです。日足も見てみます。8月8日はプラス 2.83% の陽線なんですけれども、出来高自体は3946万株です。7月23日の急落時に出た巨大な棒とは比べ物になりません。ここは正確に言っておきます。出来高が減っているから必ず下がるということではありません。売りが枯れて出来高が細ることもあります。ただ多くの買いが入って力強く反発したとまでは言えない、そういう状態なんです。一方で改善している部分もあります。4時間足の出来高デルタでは直近でプラス13万9650株です。先週はマイナス4万7190株でした。マイナスからプラスに転じています。買いと売りの差で見れば買いの方が優勢な状態に変わった。ただし規模は小さいっていうのが正確なところではないでしょうか。
では次に移動平均線を確認しておきます。20日線が343ドル33セント、50日線が380ドル44セント、200日線が408ドル80セント、株価328ドル58セントはまだ3本すべてを下回っているんです。ここは先週と変わりません。ただし、距離が大きく縮まりました。先週20日線までは 17% 上にありました。今週は 4.5% です。理由は2つあります。株価が上がったこと、そして20日線そのものが363ドル93セントから343ドル33セントまで下がってきたことです。このことからも今現在20日線が近づいている状態です。だから次に見るべき価格っていうのが入れ替わってくるんです。先週の320ドルは超えました。次の関門は343ドル33セントの20日線なんです。ここを終値で回復して維持できれば短期のトレンドが改善したと言える段階になってくると思います。先週もお伝えした通り、これは目標株価ではありません。判断が切り替わる基準です。その手前にもう一つあります。それが333ドル73セント。今週の高値であり、日足の高値である水準です。まず、ここを超えられるかどうか、そして343ドルへ向かっていくかどうか、こういった手順で見ていけばいいんではないかなと思います。ということで、3つのシナリオを条件で更新しておきましょう。予想ではなく枠組みです。弱気の条件としては310ドル43セントを終値で明確に割り込むです。今週の安値を割るということは、安値の切り上げが崩れるということを意味します。その下には先週の安値である297ドル38セントがあります。中立の条件としては320ドルから343ドルの間で揉み合うです。出来高も膨らんでいかないです。現在地はここなんです。320ドルを超えたんですけれども、20日線にはまだ届いていません。そして強気の条件としては、まずは333ドル73セントを終値で上抜けて、さらに343ドル33セントの20日線を回復する。その時に出来高が増加を伴っているかどうかというところになります。そしてお気づきでしょうか。先週と同じで、どのシナリオにも出来高が入っているんです。そして今週唯一埋まらなかったものも出来高だったんです。ここがこの反発の弱点じゃないかと思います。はい、ということで今日の内容を整理をしていきます。チャート上の事実としては、8月8日の終値である323ドル58セントで、これは前日比プラスの 2.83% で、週足はプラス 5.58% の陽線で、週の安値は310ドル43セントです。日足の RSI は 41.41、4時間足は 48.53 です。20日線、50日線、200日線、株価はこの3本すべてを今現在は下回っています。週足の出来高も先週よりも減少している状況です。解釈として置いたこととしては、320ドルを超えたことが短期の改善を示す可能性があるということ、343ドル33セントが次の判断基準になるということ、ただし出来高が反発を確認できるかどうかというところがポイントになってくるということになります。ということで今週見るのはこの4つです。1つ目としては310ドル43セントを終値で終わらずに保てるかどうか、2つ目としては333ドル73セントを終値で上抜けることができるのか、そして3つ目に上げる日に出来高が増えているかどうか、そして4つ目としては RSI が50を超えてくるかどうかです。そして最後に1つだけ、先週は売られすぎからは離れました。しかし上昇に転じたとは確認できていません。そういう状態でした。今週はそこから一歩進んだと思います。320ドルを超えて RSI は40台に乗り、安値は切り上がっています。ただし出来高がついてきていないんです。だから底打ちが確定したとはまだ言えません。ということで今週の4つのポイント、先ほど挙げましたけれども、あれを一つの目安として株価のチャートを見ていけばいいんではないかなと思います。そしてまた来週もこの4つを確認していけたらと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだない方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
追伸です。車の洗車にも何にでも使える洗浄成分が 100% 植物性の洗剤ナノトップ。環境への負荷を減らすことにもなりますし、コスパもいいおすすめの洗剤です。ぜひ興味のある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご覧ください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。